皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊ツーリストの猪熊のおっちゃんです。皆さんご存知の通り、沖縄県は160ほどの島が集まってできている県です。そのため、それぞれの島同士が近い場合は橋などでつながっていますが、それ以外の場合、人や物の往来のためには飛行機や船が唯一の交通機関です。沖縄本島以外の島の中で空港施設のある島は石垣島、宮古島、久米島、与那国島、南大東島、北大東島、多良間島、伊江島、粟国島、慶良間島、波照間島、下地島の12の島です。しかし、令和3年11月現在、沖縄本島との間に定期航空路のあるのは石垣島、宮古島、久米島、与那国島、南大東島、北大東島、粟国島の7路線です。また、宮古島や石垣島から定期航空路線のある島もあります。しかし、160の島のうち人が住んでいる47島の多くには空港施設がなく、フェリーなどの船に乗る移動や輸送が唯一の交通手段です。そのため、それぞれの島の自治体などが事業者となって最寄りの大きな島との間に定期航路を開設し、フェリーなどを運航しています。沖縄本島からの定期航路があるのは次の14の島々です。なお、運航回数や運賃は令和3年11月現在の沖縄旅客船協会のホームページに記載されているものを参照しました。まず、名護市の運転港から伊平屋島に伊平屋村の運航するフェリーが1日に2便、片道約1時間20分で、運賃は大人2480円です。同じく名護市運転港から伊是名島へ伊是名村運航のフェリーが1日に2便、片道約55分で、運賃は大人1840円です。本部町の本部港からは伊江島への航路があります。伊江島へは伊江村の運営するフェリーが通常1日に4便、多い時で1日に8便就航しています。片道約30分で、運賃は730円です。また、同じく本部町の戸口港からはみんな島への航路があります。みんな島へはみんな海運が1日に3便、多い時には日に11便を運航させています。片道約15分で、運賃は大人910円です。うるま市のへしきや港から津堅島までは、神谷観光が1日にフェリーと高速船の合わせて5便を運航しています。フェリーの場合、津堅島まで約25分で大人650円です。高速船だと約15分で行くことができますが、運賃は800円です。南城市のあざま港から久高島へ、久高海運が同じくフェリーと高速船をそれぞれ1日に3便ずつ就航させています。フェリーの場合約20分で大人1人の運賃が680円、高速船だと約12分で770円です。那覇からは離れていますが、それぞれの港には駐車場があり、観光目的で気軽に利用できます。また、那覇市の泊港からは粟国島、渡名喜島と久米島、赤島と座間味島、渡嘉敷島、そして南北大東島までの航路があります。粟国島へは粟国村の運航するフェリーが1日に1便就航しています。
片道約2時間で運賃は大人3470円です。渡名喜島へは久米商船の運航する久米島行きのフェリーのうち、夏場は1日1便が途中経由します。片道約1時間55分で運賃は大人2750円です。久米島へは渡名喜島を経由する便が1日に1便、経由せず直接久米島に向かうフェリーが月曜日を除き1日1便運航しています。直接久米島に向かうフェリーの場合、約3時間で久米島に到着します。途中、渡名喜島を経由する場合は約3時間30分かかります。運賃はいずれの場合も3450円です。座間味島へは赤島を経由するフェリーが1日1便と、同じく赤島を経由する高速船が1日に2便、座間味村によって運営されています。なお、高速船は季節によっては1日に3便運航される場合や、途中往復のいずれかで赤島を経由しない場合があります。赤島まではフェリーで約1時間30分、高速船で50分かかり、料金はフェリーがいずれの島へも2150円、高速船が3200円です。渡嘉敷島へは渡嘉敷村の運営するフェリーと高速船があり、フェリーが1日に1便、高速船が1日に2便就航しています。渡嘉敷島まではフェリーで約1時間10分かかり、運賃は大人1690円です。高速船の場合約35分で渡嘉敷島に到着し、運賃は大人2530円です。南北大東島へは大東海運のフェリーが年に60便運航しています。南北大東島へは約15時間かかり、運賃は5790円です。泊港を出発する場合とアジャシン港を出発する場合があり、また先に南大東島へ行くフェリーと先に北大東島へ行くフェリーがありますので、ご利用の際はご注意ください。なお、いずれのフェリーや高速船も季節によって運航スケジュールが変わる場合があります。また、事前予約が必要なものもありますので、ご利用に際しては、早めに運航機関のホームページなどでご確認の上、お問い合わせください。それでは、それぞれの離島への情報を一覧にまとめてみました。詳細については、それぞれの事業者までお問い合わせください。このように沖縄本島からは14の離島とを結ぶ11航路が運航されています。また定期航路以外にも観光用に長ヌ島などの無人島などへのツアーもあります。慶良間島や渡嘉敷島など夏場観光客ですぐに満席になる航路もありますが、それ以外はふらりと港に行き、港の営業所でチケットを購入して気軽に訪ねていくことができる航路がたくさんあります。猪熊ツーリストの動画では、これからこのように気軽に訪ねていくことができる離島についても紹介していきたいと思います。沖縄本島とはまるで異なる風景が広がる離島を一度訪ねてみませんか？なお、令和3年11月現在、小笠原諸島の福徳岡ノ場で発生した海底火山の噴火による漂流軽石の影響で運休している航路があります。お出かけの際は、事前に各事業者に運航予定などご確認の上ご利用ください。